あの日、この別荘を50万円で買った時、正直ここまでできるとは思ってませんでした。部屋はカビだらけで、庭からは水が湧いてきて、本当に別荘として使えるようになるのか、そんな状態から始まった DIY。何年もかけてようやくここまでたどり着きました。本当に居心地のいい別荘になったと思います。最近は新たにキャラバンをキャンピングカーにするっていうプロジェクトも始まって、忙しい日々を過ごしています。そんな中、たまにはちょっとゆっくりしたいと思う今日この頃。家のリフォームも車のリフォームも一旦休憩して、せっかく人里離れた山の中にある別荘なんだから、大画面で映画なんか見ながらゆっくりしたいなと、ずっと夢だったホームシアターをこの別荘に構築したいと思います。そんな夢を今回ようやく形にできます。A ウォールビジョンの超単焦点プロジェクターイサーリオンプロ。A ウォールビジョンは革新的な超単焦点プロジェクターを通じて優れたホームエンターテインメント体験を提供することをコンセプトに2020年に設立されました。今日はこの A ウォールビジョンの超単焦点プロジェクターイサーリオンプロ、同じく A ウォールビジョンの ALR プロジェクタースクリーン120インチを使って今まで味わったことのないような映像体験をするために、この別荘にホームシアターを構築していきたいと思います。イサーリオンプロ、このプロジェクターすごいです。壁からわずか数十センチの距離で最大200インチまで投影できる超単焦点モデル。まず驚いたのは昼間でも十分に見られるこの明るさ。真っ昼間の窓全開のこの状態でこれだけ鮮明に映ります。明るさは 2600ISO ルーメンあります。映像はもちろん 4K。ネイティブコントラスト比は6000対1、ダイナミックコントラスト比は6万対1っていうスペックで、暗いシーンの黒の表現にもかなりこだわって作られています。明るさのあるプロジェクターだとどうしても黒がグレー寄りになりがちなのですが、明るさがあるのに黒がしっかり黒いので映像がくっきり締まりがあります。RGB トリプルレーザー光源を採用しているので色の鮮やかさも鮮明で綺麗です。すべては説明しきれませんが、とにかくハイスペックなこのプロジェクター、とにかくいろいろすごいのですが、大事なのは実際どう見えるか。昼間の明るい部屋でもちゃんと見えるのか、夜本当に映画館みたいに没入体験できるのか。今日は実際にこの部屋へ設置して開封からセッティング、昼と夜で画質をしっかりレビューしていきます。果たしてこの部屋は理想のホームシアターになるのか。最後までぜひご覧ください。
こんな感じで、まるでそこに大きな液晶テレビがあるかのような写りです。日中の明るい部屋での使用も確認できて、だんだん暗くなってきたんで、夜の暗い環境での本気の映像体験をしてみようと思います。